酒のつまみになる旅話。どうもともさやチャンネルです。早速ですが皆さん乾杯。新企画でございます。皆さんお酒の準備はお済みでしょうか。お酒を片手に今回の動画は聞いてもらえたらと思います。主に今回の新企画では酒のつまみになるような旅話を提供していくんで、僕の実体験をもとに旅に関する情報や YouTube の動画ではアップロードしていない裏話などを紹介していけたらなと思います。もし家にお酒がないっていう方はラジオ感覚で聞いてもらえても全然大丈夫なんで、早速始めたいと思います。今回の新企画なんですけど、再生回数取れなくてもしばらくはちょっと続けたいなって考えているんで、皆さんそこのとこよろしくお願いします。で、今回の話なんですけど、旅中はどういう風に節約しているのか。どうもそうや、中南米の旅を今約2年半継続しています。で、よく聞かれることが、どこにそんなお金あるのみたいな。お金どうやってやりくりしてるの。日本人だけじゃなくて結構海外の方からも聞かれるんですよね。やっぱバックパッカーにとっての悩みはお金なんですよ。どういう風に節約していくかとか、そういうのが悩みになるんですけど、実際僕がどういう風にしてるかって言ったら節約しています。もうかなり節約しています。まず第一前提として保険に入ってません。Uber やタクシーアプリを1回も使ったことはありません。そして SIM カードを入れていない。インターネットを使うことができないような状況です。まず土台からしてここで他のバックパッカーさんと金銭的な差は生まれてるんですけど、もうスタートの時点でまずそんな感じですね。海外保険入るか入らないかはもう個人の判断ですね。僕は実際に健康やし怪我することもないんじゃないかなみたいな、もう安易に考えてます。海外のその医療保険とかもそういうのも今はないですね。個人的には無保険の状態で今旅をしているんですけど、もうその辺はもう個人個人の判断ですよね。あとはSIM カードなんですけど、別に入れなくてもいいと思いますよ。別に実際にフリー Wi-Fi とか宿とかで使えるし、マクドナルドとか行ったら使えるし、SIM なしインターネットなしの旅を楽しんでますね。実際に調べたいことがあったら宿とかで調べたりとか、街でちょっとほんまに5分だけインターネット貸してほしいんですけどって言ったら貸してくれる人もおるし、その辺は困らないです。なんでその辺 SIM 代とかもケチってますね。インターネットがない方が冒険感があって楽しいですよ。旅はいろんな人に質問して帰ってくることとか、そういうコミュニケーションがいろいろあって新しい出会いとかも増えるし、新しい発見とかもあるし、その辺は面白いです。次はタクシーアプリなんですけど、もう皆さんタクシー使うな。結構他の YouTuber とか見てても流しのタクシーは危ないので Uber を使いましたとか、そういうのが多いんですよ。グラブを使いましたとか。今ブラジルなんで結構路上夜一人で撮影するの結構危ないですよね。やっていきたいと思います。お酒を片手に、結構タクシーアプリ使ってる人多いんですけど、探そうよ。バス停とかあるし、バス停探してバス使ったら本当に格安で乗れます。もう半額以下の値段で交通費やりくりできるんで、その辺はもうタクシーアプリとかを使用せずに路上の公共交通機関を使うというのがおすすめかな。しかも実際みんなインターネット使えるんだったら、インターネットで行き方とかどのバスに乗ったらいいかとかも調べられると思うんで、そんなにハードルは高くないですよ。次ドミトリーの件なんですけど、まず安いドミトリーを探してくださいっていうのはもう当たり前のことで、安いドミトリーに行って、例えば長期滞在したいとかそういうのがあるんだったら、もう思い切ってアプリケーションお金払ってボルンタリアードをするみたいな。掃除とか何かを手伝う代わりに無料で泊まらせてもらったりとか、食事を提供してもらったりとか、そういうアプリとかもあるんで、それを活用するっていうのと、長期滞在とかはあんまりないんだよねとかいう人に関してはもう4日とか5日とかの滞在とかになると思うんですけど、そういう場合に最終日にボスに交渉する。何を交渉するかっていうと、もう1日だけ泊まりたいんだけどお金がちょっとなくて3時間仕事手伝います、掃除とか手伝います、その代わり今日1日だけ
無料で滞在させてくださいとかいう交渉をするみたいな。そのためにはまずそのホテルに来た時にどの人が宿のボスかっていうのを把握するのが大切です。でその宿のボスと仲良くなるっていうのは本当に大切です。そういう親密な関係を2日間3日間4日間5日間継続したら絶対ねなんかそういう交渉もうまくいくんで、親密な関係を築いて最終日1日だけ無料で滞在させてもらうっていう、そういうのをお勧めしますね。あとはドミトリーに来た時にまずは冷蔵庫を開けて写真を撮ってください。写真とかで確実に動かないものとかがあるんですよ。基本的にドミトリーに来たお客さんとかって食材とかを置いていく人が多いんですよね、処分せずに。そういう置いていかれた食材とかって誰も使わずにずっと放置されたままなんで、そういうのを活用することができます。なんで最初来た時に写真とか撮って4日目5日目とかになった時にこれなんか全然動いてないなと思って、その時になんか他の人にこれあなたのって聞いてみんなが違うって言ったら全然ね食べることができると思うんで、人のものをね勝手に取るのはあんまり良くはないことなんですけど、もうね確実に動いてないやつは誰かが忘れていったようなものです。活用しましょう。それを活用せんかったら逆にゴミになるんで、それはそれでもったいないでしょ。次はゴミ箱を漁れこれはあかんか。ドミトリーのねゴミ箱って高確率で使えるものとかが入ってるんですよ。例えば野菜のヘタとかざっくり切ってるんで、いやこの野菜のヘタ結構使えるんやけどなとか、あとはパンとか、これ人にもよるんですけど賞味期限1日切れただけでパン捨てる人とかもおるじゃないですか。あとは朝食付きのホステルとかは例えば人があんまり来ん時ってパンとかは結構余るんですよ。で日付が過ぎた分に関してはパンを一気にドカッと捨てるんで、そういうパンとかも狙い目ですよ。朝食付きのホステルは特に狙い目です。実際に僕ブラジルでボルンタリアードやってた時に結構人の入れ替え激しかって、みんなほんまに置いていくんですよ。いろいろテープに名前とか書かれてあるじゃないですか。宿泊まりに来た人に名前聞いてコミュニケーション取ったら名前とかもだんだん覚えるんですよ。こいつが誰やみたいな。その名前を覚えたらその人が出ていったら冷蔵庫にその人の名前のシールがあったら、この人もう出ていってるからこれ使っていいなとか分かるじゃないですか。実際ボルンタリアードやってる時にそういうのがあって無料でたくさんのものを手にしました。で次は移動に関することです。ヒッチハイクを活用しましょう。ヒッチハイクって危ないんじゃないの？なかなか人止まってくれないよね。コスパどうなんだろうとか言う人もおると思うんですけど、やったことない人はまず試してみたらいいと思いますよ。いやでも女性がヒッチハイクするのって危険じゃないですかっていう人おると思うんですけど、考えろ。ヒッチハイクで乗るのとかどの場所でするかどの時間帯にするか自分で選べます。最終的に乗ることも自分で選べるんでおすすめします。結構やってますよ。海外の女子バックパッカーも YouTube とかでも動画アップロードしてる子とかもおるし、ただ女の子はやっぱりね狙われますよね。2日連続なんかセックス誘われたとかそういう話も聞いたことあります。やっぱりねバックパッカーってね貧乏そうに見られるんで、トラックのおっちゃんからしたら言ったらもうカモなんですよ。トラックって言ったらもう寝るとこあるじゃないですか。いつでもやり放題みたいな感じなんで、なんか実際に僕の知り合いとかはなんかお金あげるからちょっとセックスさせてくれんとか交渉された女の子とかもいます。そんな話聞いたらやりたくなくなりますよね断ったらいいっす。でも実際になんかその女の子とかも男が3人だったかな。男3人おる車の中で真ん中に入れられた時は正直ちょっと怖かったとは言ってましたね。何もなかったけど。で僕実際ねもう何十回とねヒッチハイクで移動してるんですけど、危険なこと一回もないっすね。マジで本当に何もないです。で実際になんかお金せびられたりとかそういうこともないっすね。今までないっすね。逆になんかね食べ物を提供してくれるんですよね。これ食べろみたいな、頑張れよみたいな、果物やるわこれやるわみたいな。食べ物だけじゃないですよ。お金とかも渡されたことありますよ。1回とかじゃないし、しかも自分もね旅やってた時は結構助けてもらってみたいな、お金これあげるから今日の晩ご飯にしてねみたいな。もうほんまにねみんな優しいんですよ。なんでヒッチハイクをおすすめします。あとはテントを活用しろって感じですね。
テントって重いんじゃないのとか、そういう人もおると思うんですけど、まあ重たいですよ。重たいけどそれなりに活躍しますね、金銭面でおいて。で実際僕ブラジルでも何回もヒッチハイクテントを活用して野宿とかしてるんですよ。意外に行けます。サンパウロとかリオデジャネイロとかでは絶対にやらないでください。でも他の大都市じゃない田舎の町とかは結構治安いいんで、全然テント使うことができますよ。いやそれでも怖いっていう人は夜の11時半とかにテント使って朝の6時にテント片付けるとか、そういうんでもいいと思うし、例えばガソリンスタンドって結構トラックの運転手が寝てるんですよ。みんなそういう隅の方で寝たりとか全然できるし、僕もやってますし、公園とかで寝る時もあるし、テント使って。バスターミナルでテント使った時はちょっとこれはいいんかなとは思ったけど、まあいろんなところでテント活躍するんで、本当にこれからバックパッカーを始めるっていう子に関してはテントを持ち運びするのをおすすめします。夜をどこで過ごすかとかその辺が全然読めないんですよ。今日はどこまで行けるのかみたいな、で今日はどこに泊まることになるのかって。でヒッチハイクで旅をする人に関してはもうね、テントとかね持っといた方がいいと思います。テントはかなり重宝しますね。ヒッチハイクをしている時にそのままね、現地人からキャンプ誘ってもらったりとか、現地人から家に招待してもらったりとか、現地人に遊びに連れて行ってもらったりとか、いろんなそういうね出会いとかがありました。本当にヒッチハイクとかかなりおすすめなんで、皆さんもね節約するだけじゃないっすよ。あと次はこれちょっとね旅上級者向きかもしれないんですけど、ゴミを漁りましょう。まあ冗談半分で聞いてもらえたらと思います。ゴミを漁りましょう言うても、その辺のねホームレスみたいにゴミ袋を開けてこうやってするんじゃなくて、例えばなんですけど海外の市場とか、まあその辺の路上とか行ったら野菜とか果物が落ちてる場合があるんですよ。そういうのを拾って活用することができます。あとは先ほども言った通りドミトリーのゴミ箱とかは結構狙い目っすね。例えばなんですけどトマトとかもちょっとね黒ずんだりしたら市場の人とかは売れなくなるんですよ。そういうのをドカッとゴミ箱に捨てたりしている時があるんで、そういうのを拾って傷んでるところをパッと切ったら使うことができます。果物も同じ。正直カビ生えたやつとかも全然僕食べたりしてますよ。もう煮込んだら一緒よ。もう何でもね煮込んでしたらね全部ね殺菌される。一緒、大丈夫。落ちてるものは汚いみたいな、落ちてるからもう絶対に無理とかそういうんじゃなくて、落ちてます、その次に考えるのが綺麗かどうか。例えば綺麗だったら食べることができるし、汚かったらもう別にそのまま捨てたらいいし、例えばその拾った場所に野良犬がたくさんおったらちょっと野良犬がこうツンツンしてる可能性もあるなみたいな、そういうのを考えてやめたらいいし、まあ時と場合状況でその辺はね判断してもらえたらと思います。皆さんは知らないと思いますけど、バックパッカーは言わないだけでみんなやってます。結構な人がやってます。僕も最初は恥ずかしかった。でも今ねちょっと正直に言います、やってます。ウルグアイ物価高かったよ。ゴミ箱で食べれるもの拾ったよ、食べたよ、美味しかった。乾杯。あとまたねドミトリールームの話になるんですけど、ほんまにガチで節約したいっていう人はドミトリールームのキッチンというかリビングにもう置ってください。夜誰かが料理作ってる時にその場所でなんかね携帯とかいじったり作業してたら、みんながその料理作った後に食べるじゃないですか。高確率でみんなね料理分けてくれるんで、マジでこれはマジでそれを狙うのも全然ありです。みんな結構ほんまに優しくて、優しくない人でもなんか自分の作った料理を他の人に食べさせたいって思う人がおるんですよ。どうやこれみたいな、そういう人が結構おるんで、結構ねキッチンとかに滞在してたら、キッチンというかリビングルームとかキッチンとかその辺に滞在してたら高確率で食べ物をねもらうことができます。ちょっぴり泥臭い感じの話だったけど、こんな感じかな、ざっと言って。実際に僕はもうこのヒッチハイクとかテントを使ったりとかそういうのを活用してるんで、現地人から家招待されることとかも多くて、でそこで食べ物もらったりとかいろんなものもらったりとか、
するのが多いですね。お金もらったりすることもあるし、あとこれからバックパッカーを始めるという方にちょっとねアドバイスなんですけど、料理とかをちょっとね勉強しておいた方がいいと思います。何か2つ3つぐらい日本のね料理っていうのを作れる技術があったら、それを武器に他のね現地人とコミュニケーションを取ることができるんで、そういうのを武器にしていろんな人とコミュニケーションを取って旅をね円滑に進める。それもね節約につながるし、旅の面白さがね増すと思うんで、そういうのをおすすめしますね。さらに言うと、海外ねみりんとか料理酒はないんで、あとね醤油とかもあんまり、いやでも国にもよるか、僕中南米旅してるんですけど、あんまりみんな醤油使わんすね。スパイスとかは市場とかでね調達することもできるし、醤油もねスーパーマーケット行ったら売ってるけど、値段がちょっと高いんであんまりみんな使わんっていう、なんで僕とかは結構ねカレーライス作ってみんなに振る舞ったりすることもありますね。そんな感じです。はい、どうもご視聴ありがとうございました。こんな感じでね旅のね裏話とか旅に役立つ情報とか、新しくバックパッカーをする人向けにこういうね形式で新企画ね続けていきたいと思いますんで、またねよろしくお願いします。てな感じで最後に乾杯。てかね今ね夕方6時半なんですよ。7時キックオフ。実は今日ねワールドカップのブラジル戦なんですよね。今ブラジルによって今日ねワールドカップサッカーのブラジル戦があるのに、俺こんなところで何しよんだろう。早くドミトリー帰らな。